はい、それでは農園通信始めていきます。今日のヤギちゃんはこうです。そして何やら音が聞こえています。今日はうちの方の夏祭りで今笛と太鼓の音が聞こえて、ヤギも聞いてますね。わお、ヤギも聞いてる。ではスタートしていきます。サクサクいきます。これ長野パープルでかくなってきた。あ、これ多分ヤギが食ったな。ヤギにやられたか。どうぞ。はい、ヤギが食べましたっていうか、こうやって教えちゃうからいけねえのか。なんかちょっと病気が来てるか。ベト病か。また水あげないとね、また枯らしちゃうといけないから。いい感じです。そしてそうだ、それこそ BK シードレスはもう上につるを伸ばしていってる。どんどん伸びていってます。さあ、殺菌剤何かやりたいですね、そろそろ。で、これ昨日植えたやつで、高見メロンも2回目の高見メロンがほぼ収穫が終わってきました。あと1回か2回収穫すれば終わりです。注文なんとか足りそうです。よかったです。で、スイカたちも大きくなってまいりました。スイカもあともう1週間ないか、1週間ぐらいか。で、大玉がNW711 中玉スイカ、この間ちょっと早めに1個切ってみたらすごく味が乗ってたので、その動画は来週出します。で、どんどんやってきて、いろいろミスったんだよな。今週は晴れもすごかったし、今日は久々に曇りですね。晴れもすごかったし、何しろてんてこまいすぎて、結構ねやっちまったことがいろいろ。やっとここもね、ネットがいまいちだった音質ですけど、暑くなってきたので本領発揮してきました。いいメロになってきた。序盤は本当にネットが荒く入ってどうしようかなと思ったけど、この品種は本当に暑くなってきたら本領発揮する品種で、意外と今年は暑くなってくるのがまだ遅かったんで、ヤオンも本来だってすごく作りやすいんですけど、この硬い品種に限っては本当に暑くならないといいやつになってこない。いいね。年に1回入ってっかな、太鼓と笛で、苗も順調なんですけど、ここの窓が2日前ぐらいかな、開かるのが全然開かってなくて、すげえ1回蒸れちゃって、メロンの苗にはダメージなかったんですけど、お嫁入りのただまだ生きてる葉っぱがあるから多分大丈夫だと思います。涼しいところで水を豊富にあげてちゃんと育てていこうと思います。それとあれだね、そろそろさ、このクガニーとシークワーサー、うちはもう何本もいらないんで、ほら根っこ来てるもん、下まで根っこが来てるから、ほらこれお嫁入りに出しましょうかね。もし育ててみたい人とかいるのかな。何かいれば、くれぐれも未生なんで、やってみたいっていう人がいればあげたりする希望があるかな。ありすぎると逆に困るけど、そこら辺のバランスが難しいんですが、あれだったらちょっとやっていこうかなとは思います。ちょっとコメントでどんな感じか教えていただけたらちょっと考えます。やりたい人が少ないようだったらそのままあげても、お嫁にあげてもいいですけど、ちょっとコメントください。で、早速始めましょう。コメント返しどんどん始めていきます。でもだいぶ落ち着いてきた。
じゃあ早い方の日にち別で本田さん、先週の農家通信、先週の土曜日、今週すいません、1日遅れちゃって、日曜日、昨日報告にも出したように、後輩からの後輩、ここが後輩で最初に移した部屋が昨日定食した部屋で、ここも昨日後輩がメインで、今日はもうあらまし、これ最後の方ですね。ほら、少しずつもう膨らんできております。ここを交配して、そっから朝交配、その後さっきのとこ定食で、高見メロンの収穫、そっからマスクメロンの収穫、もう晩型までてんてこまいやったんでできませんでした。申し訳ございません。では、先週の動画、農園通信の動画から本田さん、やっちゃんさん、すごいね。僕は遅く目指するのが遅かったけど、徒長して、まだ葉っぱが6枚だよ。まあ種まきの差ですね。で、やっちゃん、いや見ててくれる人がいてよかったです。やっちゃんもうそっか、やっちゃんの今週のやつもうここでちょっと入れちゃいましょう。こんな感じです。7月1日、今日は水曜日です。この首長メロン、なんとこんなに大きくなっちゃったんだけど、大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？こんな大きくなっちゃって。今 1.3 以上ありそうな感じですよ。とそのお隣さんの傷だらけのメロンは、これはなんかちょうどいい感じだと思うんですけどね。これちょうどいい感じだと思う。そしてこっちの子、これもでっかいんだよ。これもでっかいの。1点。いや、これでっかいよ。これさ、こんなでっかくなっちゃって平気なのかね。ちょっと心配してます。53日まで8月14日数えてみたら、14日だっけな、15日だっけな、14日の気がした。で、今こんなでかくて、一体そこまで持つのでしょうか？はい、1週間でだいぶでかくなってきました。これは多分ね、下手したら2キロ超えるぐらいの大きさになりそうです。順調です。本当に順調。可愛がってるのがよくわかる。葉っぱもまだ緑だしね、大丈夫です。いいと思います。次、釣り吉やっくん、コメントありがとうございます。高見はちょっとその前にこんな感じですごい何本も1234567本になっちゃったんで、これちょっと掘って他に移し替えます。こっちもこれもだいたい6本か。これは6本あるから3本ぐらいあればいいんで、6本じゃねえな、7本ある。1234567あるんで、3本ぐらいにして他に植え替えます。主力なやつは残しといて、でこれですね、これのここが甘いやつがどんどん蓄積されていくところで、これがもうちょっと竹みたいになってきたら絞って飲めそうですね。暑い夏までに飲めるかどうか、いつでもいいっす。土寄せしないと今度風が来たら倒れそうです。こんな感じでスイカやって、さあどんどんコメント返ししていきましょう。さっきは釣り吉やっくんのところ、釣り吉やっくん、コメントありがとうございます。高見は割れに強いんですね。納得です。はい、高見そんなにね、割れるは割れるんだけどめったに割れないですよ。はい、アークランドは大きくならせるイメージがあって躊躇してまして、メロンを早めに緩めたいですが、アークランドはどの段階で一番初めに巻いて効果があると思いますか？例えば卵大の大きさだと早すぎますか？立体栽培でも葉っぱがかなり大きいと勢いがあり割れます。
農薬散布時はアミノ酸混合してますか。まずは、アークランドは最初のネットが縦ネットがふわっと回ってきた時に1回目を打つイメージですね。それが多分ベストだと思う。ネットがない時にやるとちょっと怖いです。これがいろんなタイミングで多分後輩3日でやってもネットが第一ネットがしっかり回るとかっていう風にちょっとずれると思うんですけど、それのそうしたら遅れのネットがふわっと来た段階、遅い方のネットがふわっと来たような段階でアークランド1回打ってあげるみたいな感じが。うちのすぐそばにこれ古墳なんですけど、古墳の見学者がいます。リュック背負って。でもあそこにマムシユイって書いてあるんでかなり躊躇してそうです。はい。でそうか。でアミノ酸はもう散布時にはずっとアミノ酸とマグマ SI は2000倍、アミノ酸もそのアミノ酸の倍率で毎回入れてます。そんなに効くもんじゃないんで、効くって農薬みたいに劇的に何かをっていうことじゃないんで、地味に積み重ねていくみたいな感じで常に入れてます。そんなにだから濃すぎずに普通の倍率かやや薄めで常に積み重ねていくイメージで入れています。はい。でこんな感じでメロンが散乱しております。これは出来損ないの高見メロンで、ディーバ、ベロッサ、F6 で給食用のメロン、富津市の小中学校の給食で出していくっていうことで頼まれたんで、ちょっとお値段は合わなかったんですけど、みんながちっちゃい子が最初から美味しいメロンが食べられるようにちょっと頑張ってみました。あとはぶどうこんな感じです。また今週も袋間に合わなかった。来週こそは袋がかかってると思います。はい。もうね、年にこういうことはあまりないんだけどね。で蜂に巣は作られるしさ、もうあれ退治してあるんだけど、そんな動画も撮ったんですけど、ここいらにもうほら芋虫が、スズメバチです。オオスズメバチだった。でここにメロンを仕掛けてある。ここにカブトムシが、カブトムシ何匹も取ったんだよな。いるじゃん、ほら。メスだね、メスカブトムシ。ちっちゃいな、まだ。今年は暖かくなるのが遅かったからな、まだ小さい。オスはね2匹昨日の夜取って近くの子供にあげちゃいました。でもあそこいっぱい寄ってくる。わざわざ仕掛けてあるんですよ、捨ててあるわけじゃなくて。でじゃあどんどん行きましょう。次、名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。森田メロンの F2 がしおれた原因はカタツムリのせいかもしれません。カタツムリに効く薬は何ですか？カタツムリの薬はね、ナメクジの薬で登録があるかどうかは分かんないんですけど、ナメクジに効く薬がありますよ。ホームセンターとかでちょっと調べてみてください。ナメクジの薬はカタツムリにも効くんで。はい。結構昔の動画のブドウにストレプトマイシンを撒いた動画にファイヤーファイターさん絵文字たくさんいただいてます。ありがとうございます。4種類のロジメロンの試しもぎね。森田さんこんばんは。名古屋みちんさん、高見は順調ですがディーバはつるがれ病みたいです。株元の方から枯れてってます。つるがれ病か、キャンカみたいな感じかな。株元からいってるってことはね、そこらに湿気が溜まったんでしょうね。早めにそのかさぶたみたいな茶色くなったところを見つけたら、あれを
やるのがいいですね。トップジン M、 トップジンペースとかなんかをそこに塗ってあげると治りはしないんだけど病変が広がらないんで、そこのこう茶色くなったところからまた胞子を飛ばしてこう飛んでいったりして病気広げていくんで、それで蓋をして他に感染が広がらないようにするっていうのはやった方がいいと思います、見つけたら。シャインマスカットのショート動画にファイヤーファイターさんが絵文字くれてます。ありがとうございます。取りまかし。でシャインマスカットの袋掛けの動画にやっちゃん、シャインマスカットの防除お疲れ様でした。農薬の入ってる冷蔵庫は冷やしているのですか？冷やしてないです。ただ電源あそこをちょん切っちゃって保管庫として利用してます。温度差がそんなになんていうのかな、熱くなっても一気に熱くなったり しないので、冷蔵庫結構いい保管庫ですよ。で捨てるのも金がかかるんでそう保管庫として使ってます。ありがとうございます。水圧で井戸掘りの動画に藤圭開くさんかな、わかんないけど、どっちか藤圭さんすげえ教えてもらいたいです。ぜひ教えますぜ。何本かまた井戸掘り頼まれて近所ですぐそっちの方でそこの奥の方で1本頼まれてるんでそれもいいし、あとはもうちょっと水量が欲しいっていうことで僕ん家の近くのすぐそばの1本僕の一番伸びてる50何万伸びてる動画の摂産ももう1本欲しいっていうことでもう1本掘りに行きますんで、もしあれだったら一緒に行ってもいいですよ。そしたらうちの概要欄にある森田農園 LINE の方に LINE を送ってくれればスケジュール合わせて一緒にやってみましょう。面白いですよ。やっちゃん告知のね投稿のやつに「目覚ましテレビ見ました、もっと時間取ってくださいフジテレビさん」いやこれねあれの前日の夕方かなんかに家に行ってここに電話かかってきてなんだメロンのお話を聞かせてくださいって言ってしばらく話してて、でなんだっけな、まあ今年メロンが豊作で味が美味しいのに市場で安いってスーパーで安いっていうことは市場が安いんですよ。結構なんつうのかな、飽和供給が多くて安かったんでスーパーが安くなってる、なんでしょうみたいなあれで、品質がいいのはやっぱり夜間の温度がまだ去年なんかはもう7月の時はもうずっと熱帯夜みたいな状態だったんですけど、まだね今日だってまだ20度そこそこだからね、夜の温度がだからまだ熱帯夜にはなってなくてすごく育てやすい環境だったっていうのはありますね、温度差で。はい、そんな感じの話をしてたら次の日に撮影に行かせてくださいっていうことでまああんな感じで撮影してたらこれいつ放送されるのっつったら明日の朝5時ですと7時11分です10分ですとかっつって、随分早速だねって言いながらそんな感じでちゃんとに使ってくれたんでよかったです。見てない人はLINE の方で言ってください。テレビを僕がこうやって撮影した動画があるんで LINE の方で言ってくれればそれ共有します。はい、次うどんこ病の動画、うどんこ病の動画意外と伸びてますね。ありがとうございます。よかったです。森田さんこんばんは。布石は木作り中に使うと葉がだらんとしてダメージがありそうな感じだったのですが1000倍でかけてますか？大丈夫、僕んちは大丈夫、全然。っていうのも布石はねもう今年の3月何月もうちょっと前か、去年の末だか今年の最初だかに出てたんだけどもう1年以上前ぐらいかなから試験的にやってていろんな状態の時にやったんですけど、特に薬害的なものはあまり
感じなかったんで、僕はあくまでこういうのはさ、個人差があるから、個人差もあるし時期もあるし育て方にもあるんですけど、布石はもうどんなメロンに関してはどんなタイミングでかけててもそんなに気にならなかったですね、薬害的なものは。それに加えてセリさん、今のウーフーさんね、コメントありがとうございます。セリさん、ステキワイドフラブルは溶化期のメロンに対して薬害を生じる恐れがあるので、かからないように注意するとあるのでご注意ください。確かにセリさん、その通りなんですよ。それも、試験やってる時に言われて、なんで入ってんの？新しい材が効いちゃうの？っていうことで、あれしたんですけど、ステキワイドフロアブル。あと、ダイヤメリット、ベルクート、ちょっとやってみますか。ステキワイドフロアブルってね、これは、M753、M7 と53、M7 っていうのがこれイミノキタジンアルベシル塩酸塩っていうやつで、それがこれのベルクートにもこれ 7M ね、 7M の薬なの。これが 7M なんですよ。でこれは 7M と19、これにもイミノクタジンが入っている。でこれは昔からの薬なんですけど、でしかもこのイミノクタジンがこっちは 12.5% で、こっちはイミノクタジンがこれ 10%、 イミノクタジンがね、でこっちがイミノクタジンが 30%、 これがイミノクタジンが一番濃い。でこれ効くやつは M7 で、このイミノクタジンだけの薬、これは混ざってる薬で、イミノクタジンがこれなんですよ。これがイミノクタジンがこれ溶化期のメロン、バラに対して薬害を生じる恐れがあるのでかからないように注意する。これはイミノクタジンの効果のやつをこう溶化期のメロンに対して薬害があるから注意って書いてあります、ここにね。確かに。でこれはバラが書いてないから、バラの注意は書いてない。同じことで、こっちはメロンに使用する場合、交配2、3日前から交配2週間後までの溶化の時期には薬害を生じる恐れがあるので、時期の散布は避ける。もうこれはね、まさにこれが気をつけろって言ってるのはイミノクタジンのことを言っているんですので、注意ってことなんですけど、特に僕にはそんなにわざわざちょっと溶化器にかけたこともあるんですけど、そんなに気にならないですね。でもあくまで僕の実感だからね、注意するに越したことはない。そうだからこの今のところメロンでうどん粉に効果があるイミノクタジン系の薬はこの3つでも、イミノクタジンだけのやつよりこっちの方がより効果があるんだけど、イミノクタジンをこう防御っていうか、それでね、この住友化学にそれで聞いた時にはイミノクタジンが入って溶化期には注意ってあるんで、注意してくださいっていうことだったんですけど、ベルクートは確かにねちょっと効いちゃうかもしれない。 30% 入ってるんで、あれは 10% なんで、そこまでどうだろう。で僕もだから試しに使った時はそこまでの影響はないように思えたんで、大丈夫だと思うんですけど、一応注意書きにあるので気をつけて使用した方がいいってことですね。はい、そんな感じで、そのちっちゃい時に葉っぱがだらんとするとかは特になかったんで大丈夫だと思うんですけど、でも自分でやっぱり試すしかないですね。そういうのは農薬とかは自己責任でやるしかないんで、一応試してあります。コメントありがとうございます。
次行きましょう。森田さん、はじめまして。アイスクリームさん。F ロックがパックリ。いつも森田さんの動画を拝見させていただき、いろいろ勉強させていただいています。私は都内のマンションのベランダでメロンや大玉スイカの水耕栽培をやっているのですが、去年は月しずくという緑肉系のノーネットメロンを育てて、1株につき3果着火させ、それぞれ、糖度15度、3キロになりました。おお、でかいでかい。すごいぞ、メロンの3キロは。糖度は家庭菜園にしては上出来です。やっぱりコクとか食感のある程度の次元まで持っていくのって難しいんでしょうね。あとネットメロンの場合だと、ネットをきれいに出すにあたって細かい水の管理などが求められるので、水耕だとどうなるのかというのも分かります。僕がね、水耕栽培ちょっと逆に難しくなるんじゃないかみたいなやつを話したことがあって、実際ノーネットでも水分の加減なのか表面が少しデコボコしたりしましたし、これだともし売るなら商品価値が落ちまくってしまうよなと思い落ち込みました。一応水切りしてに関しては溶液の EC を引き上げて水分を吸いにくくするテクニックもあるようですが、なかなか難しいなとか、確かに EC で水分を、肥料分濃度を水の中で濃くして、水には使ってるんだけど水を吸収しづらいような状態にして水を切るっていう方法はありますが、そうしたら今度廃液してまた吸えるようにしたりっていうことをしないといけないんで、なかなか難しいと思いますね。今年は去年からステップアップしてネットメロンのパンナね、わかるロジ系のネットメロン、やっぱり複数取りの品種やってます。最終的には純系アルスをベランダ水耕で攻略するのが夢です。すげえな。アイスクリームさん、せっかくなんで水耕もぜひやってみるのはいいんですけど、じゃあそれはまたちょっと後で。純系アルスを実は渥美半島の純系の種を買ったのですが、ビビって今年はやりませんでした。純系アルスって奥が深いですよね。ジーンバンクに残ってる純系アルスの系統を見ていろいろ思いを馳せたり、系統選抜や固定した後の系統維持についても知りたくて AI と対談したりしています。長文乱文になってしまい大変申し訳ありませんが、これからもずっと森田さんのことを応援しています。またいろいろと勉強させてください。ありがとうございます。アイスクリームさん、素晴らしい。水耕で多分そこまでできるんだったら、ポット栽培でやってみてくださいよ。こう有料な配合肥料とかで、土はホームセンターとかのバイトとかでいいんで、それで水と肥料を土でこの大きさあればいいかな。鉢もこれぐらいの大きさがあれば十分なんで、これで一株鉢作りでベランダで、多分水耕で育てるより簡単というか想像ができやすい。水も少なくなれば素直にしおれてくるんで、水あげれば10分ぐらいですぐ戻ってきたりとか、反応も分かりやすいんで、水耕でそこまでできるんであれば、ああいうポットで育てるともっと簡単にできると思います。水耕で15度のメロンができれば、確かにね、コクとかそういうの糖度だけ上がっても、そういうところがちょっと追いつかなかったりするっていうのもね、本当の水耕じゃなくても培地でヤシ殻の培地とかでメロン作ってる人がいて、糖度は乗るんだけど、やっぱりどうしても味がボケるというか、本当に糖度だけのメロンになっちゃうみたいなことを聞いたりとか相談されたりとかしたこともあるんで、それだったらあれでやった方がポットでやりましょうみたいなアドバイスをしたことがあるんで、ちょっと1本でも2本でも試してもらえれば、それこそ買った日バイトとかでやれば病気も多分そんな怖くはないと思うんで、はい、そんな感じです。アイスクリームさん、長文ありがとうございます。井戸掘り、うちの一番伸びてる動画、この動画です。この動画です。藤圭さん、この動画のカラクリストさん、はじめまして。井戸掘りすごいですね。素晴らしいです。私どもも井戸掘り
に挑戦しようと思っているのですが、一度差し込んだ塩ビパイプは抜けるのでしょうか。水の層まで到達していなかったり、さらに掘り下げたいときは塩ビパイプを抜くのですよね。抜きます。で、水引き上げて、でもし少しでも引き上がってきちゃったりすると意外と抜けなかったりするんですけど、逆にその上から水をバーって送り込んでやって、下のこの吸管のところの砂を内側からこう外にこうやって散らしてあげればスーッと抜けるようになるので、そこら辺は大丈夫です。上から水を送ってあげれば何度でも挑戦できます。はい。次、メロン農家通信。あゆえおさん。コメントありがとうございます。森田さんの動画を参考に自分のハウスで試行錯誤しながらアールスメロン栽培ドハマりです。今年はなんとか15度台安定させるようになりました。ありがとうございます。素晴らしい。そうしたら僕まだ種配りおじさんやってるんで、概要欄の方から LINE、もらえれば何か僕が交配した F1 種何か季節に合わせて送りますんで連絡くれてみてください。次、大分よしさん。森田さんお疲れ様です。僕の畑では、つるがれ病やベト病など出ていて、ちょっと雨がポツポツしてきたぞ。GF ワイドヒッターで消毒しました。マルチに、隣接設置している、葉の茎から菌が侵入しているみたいです。でそこから傷んでいました。ベッドかどうだろうな、つるがれ病か、そこら辺はつるがれ病、トップジンペースト、まさに傷口にトップジンペーストを散布しました。自敗部分の傷んでダメになる部分は破欠していますが、支柱誘引している部分今のところ綺麗です。つる先は病気の影響を、受けた時のことを考えて摘心はせず、泥跳ねがつかない高さでつるおろしで調整しながらつる先を保っています。そっか、 GF ワイドヒッターってなんだろうな。ちょっと調べてみるか。 GF ワイドヒッター、そういうことね。早いね。 GF ワイドヒッター、緊張の農薬だ。でラックコードは40と TPN、40番ということは40番なんだったっけな。40番はプロポーズとかベトファイター、それ系か。で TPN はダコニール系だね。だ TPN 材の選びはもうベト病だとしたら間違いないですよ。ベトファイターとあれが2材混用の材なんで。ただつるがれ病の可能性もあるからトップ陣を塗ってあるし、もう対処としては大分よしさん完璧です。もう、材選びも1週間前なので良くなってるといいんですけど、まさにアドバイスできることはないですね。お見事です。はい、コメントありがとうございます。その後何か進展があったらまた連絡ください。ありがとうございます。そうだね、 TPN はダコニールの材だからね。殺菌がしっかりしている、両方とも狙い通りの、菌に効く材なんで間違いないですね。いいと思います。素晴らしい。やっぱりな、今みんな調べたりするのがあるからね、いろいろしっかりできるね。はい、次、高見メロンを試し切りした動画で、高見は普通に花粉で受粉させた優劣ができて1株1個となってしまった。めちゃめちゃでかいのがある。確かにうちも1個だけになったやつはでかいですわ。半端ないですよ。それこそ3キロ以上の。今年はだからそれで3玉とかがやっぱり時期かな。交配時の天気が悪いやつ食らったところがやっぱり勝ち負けになっちゃうのが多いですね。だからただ
ね、天気に合わせてそこに交配時期をコントロールするっていうのはすげえ難しいことだから、ちょっとねしょうがないです。でも唐鶴がないだけマシですよ。1個でもなれば。はい、次1時間で移動り岡村祐樹さん、すごいうちお願いできますか。お家がどこかわからないんで、近所だったらやりに行きますが、LINE の方でどこかとか教えてもらえれば。今会津の方の方とかもあと LINE くれてて、今周りのことを調べたりしてるんで、標高とか周りの状況、さらに高いところがあって水の流れ、地下の流れとかがあるのかどうかとかで、しかも会津とかね標高高いんでね。はい、次いきます。コメントありがとうございます。4種類の露地メロン。山夏さん、お疲れ様です。春系メロンを15本ほど露地栽培しますが、うどんこ病にやられて熟す前にほとんど木がダメになってしまいました。リベンジで、春秋春秋系のメロンを播種してますが、真夏はどんな病気に注意。真夏の病気か。真夏は病気も、うどんこ病とか、うどんこ病も本当に暑くなってきたら出なくなるんですよ。出なくなるというか、あまり暑すぎて蔓延しなくなるんだけど、もう夏になってきたらやっぱり CCYV、 粉じらみが体力硬化っていう病気、これが一番やばいかな。あとはアザミウマも活発になってくるからね。粉じらみアザミウマは農薬も剤が似てたりするんで、どっちかを防御するやっつければどっちかにも効くっていうことになるんで、そこら辺の虫、粉じらみとアザミウマ要注意です。殺菌は蒸れないければっていうか、夜蓋したりせずにそのままハウスとかも開けっぱなしで多分やるはずなんで、そこまでやべえ菌的な病気は、基本的なこの間のうどんこの大将とかしてるローテーションでやっていけば特にそこまでののはないかな。やってみて所見が出たらまたコメントいただければと思います。山梨さん、毎回ありがとうございます。ちーくん、お疲れ様です。麦時の理想の話や種袋の離れ具合、なかなか聞けない内容の話に集中してみて しまいます。見た目から判断するには経験値がものを言いますね。確かにね、アールスはいまだに僕も日にち以外のもぎ時が完璧には分かりません。音を聞いたりなんだりしてますが、もう市場に出したりするっていうことだと色が回ったりするともう価値が落ちるんで、やっぱり日にちが大事ですね。日にち目安で、ですね。ちーくん、退院してよかったです。ひろこたかなみさん、美味しそう。メロンの種は食べてはいけないんですか。メロンの種は食べて噛んだら苦いです。食べても大丈夫ですが食べない方がいいです。出しましょう。コメントありがとうございます。としひろさん、お疲れ様です。18.6 度の D は美味しそうですね。昨年森田さんの糖度測定を見て楽しそうで、早々ネットで、測定器購入しました。今では、桃、ビワ、マンゴー、イチゴ、キウイ、スイカなど収穫したものは全部測ってあだこだ言っています。最近購入したクイーンシーメロンがまずく測定したら 11.6 度しかなくてがっかりしましたが、裏技のバニラアイストッピングですごく美味しいメロンに変わりました。まずいメロンに当たってもたらぜひやってみてください。まさにもう甘みをバニラで補うってことだね。美味しいメロンにバニラ入れたらちょっともったいないですけどね。ただうちの娘が半分に切ったメロンをくれって、普段メロン最近食べなくなったんだけど、メロン半分くれっつって冷凍させて、その種袋の中にヨーグルト入れてゴリ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 やってメロンのヨーグルトアイスみたいなやつ作って、これが最近流行ってるんだとかって言ってたけど、何か動画とかテレビとかでやったんですかね。はい、ファイヤーファイターさん、シャインマスカットの袋掛け前の防除のやつで、あなたの努力が最大限の成果を生み出しますように。
これからも頑張ってください。ありがとうございます。ファイヤーファイターさん、取りまかし。目覚まし、豚まんさん、目覚ましじゃんけんで森田メロンのプレゼントがあったら応募するのに、確かに提案してもよかったな。メロンあげるから目覚ましじゃんけんやってくれって言っとけばよかった。残念残念。ありがとうございます。コメントありがとうございます。シャインマスカットの袋かけ名古屋ミーチンさん、森田さん、こんばんは。自分の巨峰は時間がなくて適流せずに袋掛けしたら、袋がパンパンになってきました。袋もサイズがあるからね。特大、超特大っていうのがありますね。僕特大でやってます。はい。次、本田さん、青りんごも黒糖病になってます。確かにりんごはね、病気に弱いね。りんごもね、かなり防除しないと。うちも20年前ぐらいにここの温室を全部リフォーム、まあこっちは新築だけど、新築リフォームした時、20年じゃねえや、30年だ。僕が収納する時に記念でいろいろ親父がさくらんぼ、りんご、みかんはまだ生きてる、柿も生きてるで、いろいろな果樹を植えてくれたんですけど、りんごも最初の数年はまあそんな大きいいいりんごにはならなかったんだけど、食べられるぐらいになってたんですけど、もう数年でどんどん病気になって弱ってって、結局耐えちゃったんだよな。でやっぱりその時ネットとかもそこまで発展してなかったから、その病気のやり口が分からなかったんで、そのままにしちゃったのが良くないですね。なんか枝から蜜が出てきたりして、なんか病気だなって言って、とりあえずメロンにあるメロンの殺菌剤なんかかけてみたんですけど、うまくいかなかったですね。はい。目覚ましテレビのチューブ U さん005さん、素晴らしいメロンですね。見た目 AI かって疑ってしまう。素晴らしいです。愛情たっぷり育てたのが YouTube でも伝わってきます。素晴らしいです。食品も間違いなく美味しいでしょうね。いや、うまいっすよ。うまいっす。うまいですし、コメントありがとうございます。しかもこの投稿とかインスタにも少し潜ぐたびにこういうメロン、こうやって取るメロンを投稿してるんですけど、あれは一切 AI を使ってません。最近 AI といえば僕のサムネイルを AI で作るようにしたんで、 AI で作るっつってもサムネイル自分でここの場面とここの場面がいいって言って、その場面の画像だけはもう全部自分で作って、そこにテキストを載っける。例えばテキストはこういうテキストを載っけてください。まあ字ね、サムネイルに字載っけるやつをAI、ジェミニとか、それこそ、アスクスタジオ、YouTube スタジオにくっついてくる AI なんですけどに頼んだりして、そのテキストだけ AI に乗っけてもらうようにしました。なのでどっかのタイミングで遡って僕のサムネイルを見てみると、どっかでこっから AI が付け出したなっていうような、もうでも2ヶ月ぐらい経つのかな、それぐらい前からちょっと字とか僕の昔のやり口とかから明らかに変わってる部分があるんで、そういうのもちょっと見てみてください。コメントありがとうございます。また藤圭さん、水圧だけで4メーターの動画でその掘り方真似したい。ぜひどんどん真似してください。そして報告いただけると嬉しいです。使ってる道具とかのやつもその見ていただいた動画のところに全部使ってる道具だとか吸管の作り方だとかの動画のやつも載っけてあるんで、それを参考にしてもらえれば同じように多分できると思います。コメントありがとうございます。次、めったり倒れたコシヒカリの稲刈りの動画で吉田正義さん、田んぼがやわっこくないから2、3周回れれば時間はかかるし、下半分が乾いてないかもしれませんが、この倒れ方ならこの向きで肩刈りでしょうね。小規模農家なら半分起こして中割ってって方法も藁の量が多くなるので、
ので漕ぎは浅くする必要があると思いますが、確かにおっしゃる通り、田んぼやってる方でしょうね。もうしかもこれは漕ぎ深さが拾ってって長い方で安定してくれればいいんですけど、バックしてる間に浅漕ぎに戻ってったりするんで、もう手動漕ぎ深さ自動は切って、もう一番下の方に下げてそのまま買ってってますね。短いのがもし出てもそれはもう下に落としてもいいやっていう感じでやってます。じゃないとちゃんとにそれに合わせて全部やってるともう本当に詰まりの原因になって毎回詰まらしちゃうんで、昨日の投稿、やっちゃん、そうだ、吉田さんコメントありがとうございます。やっちゃん昨日の投稿で、そうね、昨日忙しくて今日に延期させてくださいってやつですね。これはお忙しいですね。お手伝いに行けないので遠くから応援してみます。ありがとうございます。やっちゃんのやつはあともう少しっつってもまだしばらくかかるね。メロンがうまくいくように祈っております。気をつけてください。頑張って。今週ラスト、ロマママさん、ご宣伝ありがとうございます。じゃあロマママさんの動画、そうだ、うちの種を植えてくれた動画があるので、ここいらにリンク貼っておきましょう。ご宣伝ありがとうございます。真面目と言われることめったにありませんが、農家さんに言われると頑張って真面目に育てなければ、今日は47度ありましたが、ベランダの上なんですげえ温度が高くなるみたいなんで、だから一応夏の種配りおじさんで、夏の種と生花の種はさっきの暑くなってから本領を発揮してくるっていう種に近い種ですね。それを送ってあるんで、育ち方の違いも見てもらえると面白いかもしれないです。47度ありましたが、種まきおじさんの種から4日で発芽したメロンちゃん、ニョキニョキ育ってます。ありがとうございます。嬉しいですね。7月1日に植えたメロン、今日はね7月5日ですが発芽しました。よかった。4日でいい4日で発芽すればもう十分ですよ。採芽もしてないでそのまんま巻いてあるんで、今度は鉢上げしてうまくまたどんどん先に進んでってくれればいいですね。ロマママさん、そうだ、こっちにコメントいただいてありがとうございます。向こうにロマママさんの動画の方に行ってもちょっとこの後コメントしていきたいと思います。はい、それでは今週はコメントここまでですが、とりあえずのてっぺん、高見メロンの収穫とメロンの収穫がマスクが一緒になっちゃったんで、それはてっぺんは過ぎました。で、来週はいよいよ、来週日曜日だから今週こそはぶどうに袋をかける、いろんな袋を用意しました。それもまた動画の中でやっていきます。で、スイカも早いやつから順次もげていく予定なんで、そんな感じで今週もやっていこうと思います。で、高見メロンのつるの片付けも粉じらみが発生してるんで、一回蒸し込むか、パイプハウス一回蒸し込んで、病気も暑さで一回退治してからやろうと思います。はい、47分です。今週もまた動画出していきますんで、またどんどんコメントください。ちょっと週末に1回でコメント返すのが動画が長くなりすぎて見づらいようでしたら、どっか水曜日木曜日の夜かなんかに1回生放送じゃないけどライブでちょっと試しにそろそろやることを考えたいと思います。機材も少しずつ揃えてきたんで、はい、それももしやったら見てくれるかどうかもコメントとかいただけると嬉しいです。はい、また今週もよろしくお願いいたします。それでは、もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。